皆さんこんにちは。Learn Japanese with Hana のポッドキャストへお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。今回のテーマはオリンピックです。2024年のパリオリンピックが7月26日から始まりますよね。なので今回はオリンピックについてお話ししようと思います。自分の好きなスポーツはチェックしていたり、またはいろんなスポーツを見て自分の国や好きな選手を応援したりと、いろんな見方があるかと思います。これは日本語のポッドキャストで主に日本についてお話ししているので、まずは今まで日本で行われてきたオリンピックの歴史、そして次に今回のオリンピックについてお話ししようと思います。皆さん、日本では今までに何回オリンピックが開催されたかご存知ですか？正解は、合計で4回です。サマーオリンピック、夏のオリンピックが2回と、冬のオリンピックが2回の合計で4回です。初めて行われたのが1964年の東京オリンピックです。この時、東京では、高速道路やモノレールなど交通インフラが整えられて、このオリンピックに合わせて東海道新幹線、Bullet Train が初めて開通しました。この時は東京、名古屋、大阪、この間で、新幹線が開通しました。今では日本全国、いろんな都市に通っている、新幹線、日本の大事な交通手段の一つだと思うんですが、この頃から発展していったということがわかります。これが今から約60年前です。次に開催されたのが、冬のオリンピックで札幌オリンピックです。これが、1972年に行われました。これが今から、52年前で、北海道にある札幌市というところで開催されました。北海道札幌は日本の北にあるところです。これによって札幌市で地下鉄が開業したり、それに合わせて地下街が発展しました。これもこのオリンピックに合わせていろいろ開発が進められたということです。オリンピックを開催するということはものすごくお金もかかるし、反対する市民、反対する方もたくさんいたかもしれませんが、こうした発展にもつながったということは間違いないのかなと思います。北海道は日本でも有名なスキーリゾートがたくさんあって楽しめるところなので、スキーだったりスノボーが好きな方はぜひ北海道に行ってみてください。またオリンピックが開催されて実際に使われていたところなどもあるので、そういったところに、旅行してみるのもありかなと思います。その次が1998年に行われた長野オリンピックです。これも、冬のオリンピックです。長野県は東京と大阪の間ぐらいにある内陸部にある県です。数少ない海に面していない県の一つです。この時に新幹線が東京から長野まで開通しました。オリンピックがあるとやはり交通インフラが整備されるので、新幹線が開通したり一気に交通の便が良くなっていってたんだなという感じがします。そして最後に、前回の夏のオリンピックが行われたのが東京です。これが、2回目の東京オリンピックでした。これはまだ記憶にも新しいオリンピックかなと思います。オリンピックを見ていた方は覚えている方が多いかなと思います。実際にオリンピックが行われたのは2021年だったんですが、実際は2020年の予定で、皆さんご存知の通りコロナの影響で2020年には開催できず延期して、その翌年、次の年の
2021年に東京オリンピックが、開催されました。この時はほとんど試合が無観客で行われていて、無観客っていうのはお客さん、試合を見る人がいないということです。無観客で行われていて、観客にとっても選手にとっても今までとは全く違うオリンピックだったのかなと思います。あの時2021年はまだまだコロナが流行っていた、蔓延していた時期だったと思うので、対策をしつつも無観客という形でオリンピックが行われました。そして次に今回行われるパリオリンピックです。皆さんオリンピックのマスコットを見たことありますか？なんか赤い三角形の人形なんですけど、これはフランスの自由の象徴と言われるフリージア帽というものを表しているそうです。そういったのをモチーフにしてこのマスコットキャラクターが作られたみたいです。そしてこのオリンピックには初めての試み、今回のオリンピックで初めてやることがいくつかあるみたいです。一つ目は水上の開会式です。今まではスタジアムで行われたのが普通でしたよね。スタジアムで選手とかがみんないて、その真ん中でパフォーマンスとかいろいろしてっていうのが今までだったと思うんですけど、今回のオリンピックでは、パリのセーヌ川で水上での開会式になるみたいです。どんな感じになるんですかね。これを皆さんが聞いてくれている時にはもう開会式は終わっているかもしれませんね。私は開会式とか閉会式とかを見るのが結構好きなので、今回この新しい形ということでどんな感じになるのかとても楽しみにしています。そして次に今回参加する選手の男女比率が50対50ということで、これも初めてらしいです。参加する男性選手と女性選手の数が一緒ということになります。前回の東京オリンピックでは女性の選手が 48% で、やはり女性の方が少なくて男性の方が少し多かったみたいなんですけど、今回初めて男性と女性の選手の数が一緒になったみたいです。オリンピックも本当に歴史を積んでいろいろ変化してきているんだなということが感じ取れる気がします。そして次に今回新しく追加される競技があるみたいなんですが、皆さんこれ何かご存知ですか？今回追加されるのはブレイキンというダンスの競技です。ブレイクダンスというと聞いたことがある方も多いかもしれません。これはアメリカのニューヨークが発祥のストリートダンスみたいです。通常は1対1とか2対2、またはもう少しメンバーが多くてチーム戦となって対決するダンスバトルです。ブレイキンが他のダンススポーツと異なる点がいくつかあるんですけど、一つ目は音楽を担当する DJ と進行する司会の方、MC の方がいて、音楽は DJ の方がそこで選んで、それに合わせて選手たちが踊るという形になります。なので選手たちは事前に曲を知ることができなくて、その曲に合わせてダンスをいっぱい練習したりということもできないので、本当にその想像力とかクリエイティビティとか柔軟性とかそういうのが大事になってくるスポーツなのかなと思います。選手はだから流れる音楽に合わせてその場で、ダンスをしてリズムとか音に合わせながらそのアクロバティックなダンスを披露していく必要がある競技だそうです。対1とかだと、個人のクリエイティビティさを発揮したらいいのかなと思うんですけど、チーム戦とかがある場合だと自分だけじゃなくて周りも見てみんなで息を合わせて、そのチーム力っていうのもすごく大事になってくる。なんかすごい難しそうですよね。ただダンスが踊れたらいいとか即興で何でもできるとかじゃなくて、
チーム戦とかも大事になってくるし、個人のクリエイティビティさとか、そこで柔軟に音楽に合わせて踊りを見せるパフォーマンスっていういろんなことが問われる競技なのかなと思います。これが今回新しく追加されたスポーツです。皆さんが気になっているスポーツとか選手はいますか？もしあったらぜひコメントでシェアしてください。オリンピックは勝ち負けがあるものなんですが、皆さんが楽しんで応援したり団結したり、選手から勇気とかモチベーションをもらったり、またなんかインスパイアされて自分もこういうことをしてみようとか思ったりとか、いいこともたくさんあると思います。なので、もし見る方は全力で楽しんでください。今回は日本で開催されたオリンピックの歴史だったり、今回のパリオリンピックについてお話ししてみました。何か新しく知れたことがあれば幸いです。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。